皆さんこんにちは。エルです。本日は動画をご視聴いただきありがとうございます。前回の動画では、病院で異常なしと言われる腰痛の多くが筋肉の酸欠やストレス、また姿勢の崩れから来ているという根本的なメカニズムについて解説しました。まだ見ていない方は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご確認ください。さて、今回は実践編として、加齢による筋力低下や運動不足、体の冷えから腰が痛くなりやすい人に向けた腰痛を改善するアプローチをお届けします。年齢とともに運動不足でインナーマッスルが衰えたり、股関節周りが硬くなったりすると、腰を支える力が弱くなり、自身の体重がダイレクトに腰の骨にのしかかってしまいます。この負担を減らし、体の土台を安定させるために、体の中から骨と筋肉を養う食事、冷えと血行不良を改善するツボ、そして関節の動きを滑らかにするストレッチの3つの視点から、今日からすぐできる対策を詳しく解説していきます。それでは早速、運動不足や加齢による腰痛を改善するための3つのアプローチを順番に解説していきます。今回も特に効果が高く安全に行えるものを2つずつ厳選してじっくりとお伝えします。アプローチその1、体の中から骨の基盤と筋肉を養う食事やメニューについてです。体を支える筋力が落ちてくると、骨や関節への負担が大きくなります。腰をしっかりと支えるためには、骨を強くするカルシウムや、その吸収を助けるビタミン D、そして筋肉や神経の働きをサポートする栄養素を毎日の食事から補給することが不可欠です。今回は手軽に栄養を補給できる2つのレシピをご紹介します。1つ目のレシピは、骨を強化する手作りふりかけです。年齢とともに不足しがちなカルシウムとビタミン D を毎日手軽に美味しく摂れる自家製ふりかけです。用意する材料は、作りやすい分量で、干し椎茸2枚、桜エビ 5g、白ごま大さじ1杯、お塩はお好みで少々用意してください。作り方の手順です。まず、干し椎茸と桜エビを手で細かくちぎります。次に、油をひいていないフライパンに入れ、弱火で4から5分。香ばしい匂いがしてくるまで、そのまま炒めます。炒め終わったら、すり鉢やフードプロセッサーに移して、さらに細かく砕きます。最後に白ごまとお塩を混ぜ合わせれば完成です。密閉容器に入れて保存してください。干し椎茸にはカルシウムの吸収を助けるビタミン D が、桜エビには骨の材料となるカルシウムが豊富に含まれています。毎日のご飯や冷ややっこ、おひたしなどにさっと振りかけるだけで、腰を支える骨の基盤をしっかり強化できます。2つ目のレシピは、鮭とほうれん草の豆乳味噌スープです。傷ついた筋肉を新しく作り直して、冷えた体を芯から温めてくれる栄養満点のスープです。用意する材料は1人分で、生鮭の切り身を1切れ、ほうれん草を1/4束、無調整豆乳を 150ml、水を 50ml、お味噌を小さじ1杯、すりおろし生姜を少々用意してください。作り方の手順です。まず、鮭は骨を取って一口大に切り、ほうれん草は先に茹でて3センチ幅に切ります。
次に、お鍋に水と鮭を入れて中火にかけます。鮭に火が通ってきたら、ほうれん草を加えます。ほうれん草がしんなりしてきたら、豆乳と生姜を加えます。最後に、沸騰する直前で火を止め、お味噌を溶き入れたら完成です。鮭には筋肉の材料となるタンパク質とカルシウムの吸収を助けるビタミン D が豊富に含まれています。また、ほうれん草にはカルシウムや骨の形成を助けるビタミン K が、豆乳にはカルシウムや植物性タンパク質が含まれており、骨を強くする栄養素を補うことができます。生姜はお腹の中から血流を良くして体を温める効果があるので、冷えから来る腰痛にぴったりのメニューです。アプローチその2、呼吸の力で冷えと血行不良を改善するツボやマッサージについてです。運動不足になると全身の血流が滞り、体が冷えやすくなります。筋肉は冷えると硬く縮こまり、腰痛を悪化させてしまいます。この冷えを取り除き、血の巡りを良くするツボを2つご紹介します。ツボを押す前に、絶対に忘れないでほしいのが呼吸法です。ツボ押しやマッサージの効果は、呼吸の仕方一つで天と地ほどの差が出ます。息を止めたままツボを押すと、体が緊張して筋肉がバリアを張ってしまいます。痛気持ちいいと感じる強さで、必ず口からゆっくりと長く息を吐きながら押すこと。息を長く吐くことで、心と体がリラックスモードに切り替わり、筋肉のバリアが解けて、ツボの刺激が体の奥深くまで届くようになります。これを踏まえて、冷えと腰痛に効く2つのツボを押してみましょう。1つ目は、腰を直接温める名門です。名門は、その名の通り命の門と呼ばれる、全身のエネルギーを整える大切なツボです。場所は、おへそのちょうど真裏にある背骨の突起そのものの上にあります。左右に外れず、背骨の中心線上を指で押さえると、少しくぼんだ部分です。押し方の手順です。座った状態、または立った状態で、両手を腰に当て、背骨の上にある名門のツボを探します。鼻から息を吸い、口からふーっと細く長く息を吐きながら、親指や中指でじんわりと5秒間押し込みます。息を吐き切ったら、吸いながらゆっくり力を抜きます。これを3回繰り返してください。押すのが難しい場合は、両手で名門のあたりを上下にさすって摩擦で温めたり、衣服の上から使い捨てカイロを貼って温めるだけでも、冷えからくる腰のこわばりがすっと和らぎます。2つ目は、下半身の冷えを取る三陰交です。三陰交は、足元の冷えやむくみを取り除き、下半身の血流を一気に良くしてくれるツボです。場所は、足の内くるぶしの一番高いところから、指4本分上に上がった骨の際にあります。左右の両足にあり、押すときは片方ずつ押します。座って、片足を反対の太ももに乗せ、親指を三陰交に当てます。先ほどの呼吸法と同じように、鼻から息を吸って、口からふーっと息を吐きながら、骨の裏側に向かって押し込むように5秒間圧をかけます。左右それぞれ3回ずつ行いましょう。足元からポカポカと温まり、
下半身の冷えによる腰の痛みを足元から改善してくれます。アプローチその3、関節の錆を取り、土台を安定させる運動やストレッチについてです。最後の仕上げは、体を動かして体の土台を目覚めさせるストレッチです。加齢の腰痛は運動不足になることで股関節が硬くなり、腰の筋肉が無理に動かされることで起こります。関節の動きを滑らかに動かし、無理なくインナーマッスルを目覚めさせるストレッチを2つ実践しましょう。ここでも息を吐きながら伸ばすという呼吸法を必ず意識してください。1つ目は腰とお尻を優しく伸ばす膝抱えストレッチです。腰からお尻にかけて硬くなった筋肉を安全にじっくりと伸ばすためのストレッチです。まず、布団やヨガマットの上に仰向けに寝転がります。右膝を両手でしっかりと抱え込みます。鼻から息を吸って準備し、口からゆっくりと息を吐きながら、抱えた右膝を自分の胸の方へ優しく引き寄せていきます。腰からお尻の筋肉が心地よく伸びているのを感じながら、自然な深呼吸を続けて20秒キープします。終わったら、左足も同じように行います。骨盤周りの筋肉が緩み、立ち上がる時の腰の重だるさが軽減します。2つ目は、股関節の錆を取るヒップサークル、つまり股関節回しです。体の土台である股関節の動きを滑らかにし、腰への負担を分散させる運動です。転倒を防ぐために、必ず壁や頑丈な椅子に手をついて行ってください。まずは、壁に両手をついて、足を肩幅に開き、まっすぐ立ちます。鼻から息を吸い、口からふーっと息を吐きながら、フラフープを回すようなイメージで、骨盤を右回りにゆっくりと大きく円を描くように回します。腰だけを動かすのではなく、股関節から大きく回すのがポイントです。右回りに10回、左回りに10回、深い呼吸に合わせてゆっくりと行いましょう。股関節が柔らかく保たれることで、歩くときやしゃがむときに腰にかかる衝撃をしっかりと吸収できるようになります。いかがだったでしょうか。本日の内容をまとめます。運動不足や加齢による腰痛を根本から和らげるためには、今回のアフターケアを無理のない範囲で組み合わせると、体を整えてくれる効果を何倍にも高めてくれます。一つ目は食事です。干し椎茸と桜エビの自家製ふりかけや、鮭とほうれん草の豆乳味噌スープで、骨の基盤となるカルシウムとビタミン D、筋肉の材料となるタンパク質をしっかり補給しましょう。二つ目はツボです。必ず息を長く吐きながら腰の名門や足の三陰交を押し、心と体をリラックスさせて筋肉を硬くする原因である体の冷えを取り除きましょう。三つ目はストレッチです。深い呼吸に合わせて仰向けの膝抱えや立ち姿勢での股関節回しを行い、関節の錆を取って腰への負担を分散させましょう。どれも激しい運動ではなく、毎日の生活の中で安全にできるものばかりです。1回で終わらせず、毎日コツコツ続けることが改善への最大の近道です。ぜひ、今日から取り入れて試してください。今回は、運動不足や加齢からくる腰痛に特化した
アプローチをご紹介しましたが、痛みの原因や感じ方は人それぞれの生活習慣や体の状態によって大きく異なります。そこで次回の動画では、今回とはまた違った日常のサインから来る別の痛みに対して別の視点からアプローチする改善法をお届けします。あなたのお悩みにさらに深く寄り添った改善を行うための食事やツボ、ストレッチを詳しく解説していく予定ですので、ぜひ楽しみにしていてください。最後となりました。昔はこんなことなかったのに、運動しなきゃいけないのは分かっているけれど、痛くて動けない。年齢による体の変化や運動不足に対して焦りや不安を感じていませんか？思い通りに動かない体と付き合いながら毎日を過ごすのは本当に辛く、心が折れそうになることもありますよね。どうか体の不調による不安からご自身を責めないでください。あなたの体は今まで頑張って長い間支えてくれた大切な体です。無理をして焦る必要はありません。まずは心身を休めて、ゆっくりと温かいものを食べたり、深呼吸をしたりして、休息の時間を作り、ご自身を一番に優しくいたわってあげてくださいね。本日の解説は以上となります。この情報が少しでも役に立ったと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押して、これからの新しい動画も見逃さないようにしてください。今回の内容を振り返ってみた感想や、皆さんのリアルな実践報告をコメント欄で教えていただけるのを、L は心から楽しみにしております。なお、本動画で紹介した内容に関する大切な免責事項や関連する動画のリンクについては、概要欄に掲載しておりますので、合わせてご確認いただけると幸いです。今日も一日、本当にお疲れ様でした。それでは、また次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。L がお届けいたしました。